ブンブンチェーンソーアート庭聡です。今日は何をするんですか？今日はですね、超大作を作りたいなと思って動画を回しております。超大作。はい、超大作です。大きい作品はね、注文品とか、そういったので作ってたんですが、それとは別に、自分の作りたいものを作るぞっていう感じの作品を、作りたいなと思います。なかなかね、そういう機会なかったので、今回まとめてね、時間取れたので、それをちょっとやっていこうかなと思います。なるほど。今まで、ね、作ったことがないような構図とか、技術をね、確立できたらなと思うので、うまくいくかはわかんないですが、やりながらね、トライアンドエラーで進化していけたらと思います。じゃあ、作業開始。今回の動画はアテレコをしながら解説を入れて流していけたらと思います。普段だとカットしている工程も、今回はチェーンソーアートっていうものにフューチャーして動画を制作していますので、できるだけほとんどの工程を流してそれを見てもらえたらなと思います。最初ね、木の皮を剥いでましたが、それをすることで砂利とかが落ちてチェーンソーの刃の切れ味が落ちにくかったりもします。で、最初の工程としては作品の支柱ともなる枯れ木と岩の部分を彫刻しています。ちょっと長さのある材料がなかったのでつないで高さを出したのと、中にもね鉄の棒を入れたかったので、そういった意味もあってあえてつなぎました。こうやって4等分に丸太をしていますが、これは後ほどイヌワシの羽となる部分になりますね。かなり大きな作品なので、大きい丸太から一発で作ることもできなくはないんですが、こうやって細かくパーツを分けることによって、そこそこなサイズの丸太だけでもかなり大きな作品が作れたり、幅のある作品が作れるようになります。で、今ね、木で木を造形してましたが、意外とね、木で木を表現するのって難しかったりします。はい、今切っている材料はイヌワシの頭と胴体と尾羽の部分になります。頭は少し首を傾けて、最終的に設置したら獲物に狙いを定めているような感じになるように角度をつけてあります。大まかな形が出せたら台に設置して、先ほど製材した板を両脇につけていきます。ボンドを流し込んでビスで固定をして、ボンドが固まったらビスを抜いてチェーンソーでカットしていきます。翼部分は動きを出すために厚めに切ってあるので、重くて結構大変でした。イヌワシの筋肉の動きだったり、毛の流れやどこに空気が含んでどういう風に風が流れて毛が動いているかを意識しながら無駄な部分を削いでいきます。お皿のようにくぼんだ部分はチェーンソーの刃先をこのように横にスライドさせて造形したりします。全体のバランスを見ながら作りたいので、一旦ここでイヌワシから離れてウサギの方も形作っていきます。こちらも動きのある描写にしたいので、右足と左足のポーズを変えたり、ウサギの大きな耳がたわんでる様子なんかも造形していきます。イヌワシの羽を彫刻していくんですが、鳥の羽の構造ってすごい複雑で、いろんな場所からいろんな角度に
羽が生えているので、それを把握して彫刻していくのはなかなか大変でした。しっかり下書きをして不自然じゃないように作っていきます。このぐらいのタイミングからすごい作品の見栄えがグッとしてきて、作っていてもすごくやりがいを感じ出す頃合いですね。翼の大きい羽とは違って、胸や背中の細かい羽の部分はこうやって滑らせるような刃先の動きで滑らかな羽毛を表現していきます。尾羽の部分も同様に作り込んでいきますが、結構分厚めに作ってます。これは設置とか移送の際に、持ち運ぶ部分になるので、強度を持たせたいので厚めに造形してます。背中の手も流れるように造形して、肩の羽は鱗のように大きめな羽の流れを感じたので、魚の鱗みたいな感じで表現してみました。ここら辺は結構彫る時の気分によって変えたりします。もう反面の羽の部分の羽毛も彫刻していきます。この作品においてここが一番目立つポイント、アピールポイントでもあるので、特に気をつけながら作成しています。こうやって見てもらうと結構羽がたわんで動きがある様子が見て取れるかなと思います。一番この作品でこだわったポイントでもあるかなと思います。はい、だいたいこんな感じで形が出せました。いろいろね、大変でした。想定外のこともいっぱいあって、すごい壮大っていうかそうだね、ちょっと犬ワシの大きい作品を作りたいなと。ワシね、大好きやもんで、一人称ワシやしね。なるほど。ワシの大きい作品を作りたいなと思った時に、やっぱり動きのある瞬間って言ったらやっぱ捕食だと思うんで、狩りの様子を切り抜いた作品にしたいなと思って、こういった構図にしてみました。本当だったらね、こっちにもうちょっと足をつけたかったんですが、ちょっと鉄筋をこれ中にね、実は入れてるんですけど、ちょっと強度不足が心配だったので、ちょっとセンター寄りにしたり、ちょっと作りながらね、臨機応変に対応して、そういった部分もね、トライアンドエラーしながら作っていってます。動きのある形になったんじゃないかなと思います。すごい躍動感があって、マニもそのピーターラビットを取っちゃうぞみたいな。そうやね、ちょっとピーターラビットの名前出すとちょっと残酷さが際立つであんまり出してほしくないけど、でもピーターラビットを飼ってるところやね。それはもう生き物の世界は残酷ですから、仕方ないね。仕方ない。ていうか翼の広げた感じがすごい躍動感があって、ありがとう。これもね、ただ平面で作っても、こんだけね幅があるから、迫力は出ると思うんやけど、よく見るとね、この風を受けたり、あと筋肉、骨の、動きでね、凹凸がいっぱい作ってあって、ただ板状に模様を刻んであるだけじゃないので、こう風を受けて空気が溜まって、端っこはほわーっと空気が抜けて反ってるような部分を作ったりとか、こうやってね、凹凸をいろいろ平面の状態の中にも凹凸を作ってね、少しでもね、こういった部分から生命感が伝わるように造形してみました。お疲れ様でした。でもおかげでね、この鷹が重くなりすぎたんよね。思ったより重くなったもんで、本当はもっと高い位置につけたいけどね、作品として展示する以上、やっぱ安全性も考慮しないといけないので。そうだね、危ないもんね。そうだね、これは今後の、自分の課題かなと。またちょっとこの学びを生かしてね、次の作品、高さを生かした作品を作れるように、ちょっとね、イメージしたいなと思います。でもこの作品はかなりいい感じに、試行錯誤しながらでしたが、形になったんじゃないかなと思います。ここからは顔、目、
細かい部分をね掘り込んで、こうやってねバランスが出たのでバランスを見ながら最終調整をして完成となります。構図を見てもらって分かったと思うんですが、ウサギを刈り取るために急降下しているイヌワシの瞬間を切り抜いてます。この作品の思いっていうのが目標に向かって全力で突き進む様子、そういったものを表現して感じ取れてもらえたらなと思っているので、顔つきも凛々しくガッと目標に狙いを定めたかっこいい目つきにしたいなと思って少しずつ慎重に造形していきます。こんな感じで電動工具を使ったりなんかして目元の本当に細かい部分は丁寧に彫り込みます。うさぎの顔も同様に彫刻していきます。うさぎはキャラクターっぽい可愛らしいのを作ることが多いので、それに引っ張られないように作風を壊さないような野生的な目になるように彫刻していきます。一つちょっとこだわりなんですが、実物よりかなり耳を大げさに造形しました。作品のシルエット的に耳かなり目立つと思うので、動きに合わせて揺れている耳を結構大げさなぐらいに表現してます。今回の作品はあえてチェーンソーの粗さを残して作品に勢いを持たせてみました。目元とかはこうやって細かく仕上げてあるんですが、すごく躍動感のある作品になったと思います。それでは完成をどうぞ。作った大型作品なんですが、新宮商工松戸展示場の方さんからぜひちょっとレンタルして展示してくれませんかということで設置させていただきました。室内に入るとより大きさがね目立って見栄えするかなと思います。新宮商工さんは、僕がいつも愛用しているチェーンソーだったりですとか、チェーンソーの刃と防護パンツだったり手袋、ブーツも、愛用させていただいております。この松戸展示場はそういったオレゴン製品もたくさん展示してありますし、薪ストーブなんかも展示してあるので、作品と合わせて一般の方も入れるので見ていただけたらなと思います。このように仮払い機や薪割り機、チェーンソーとそのアクセサリー関係だったり、こちらは芝刈り機ですね。ピザ窯だったり斧もかっこいいのがいっぱいありますね。すごくおしゃれです。薪ストーブもたくさん展示されていて、実際に火をつけたりなんかもしてもらえます。このストーブすごく芯からポカポカしてくる感じですごく温まります。なんか温泉に入ってるみたいでした。正
ショールームをご覧になられたい方は事前に電話でのお問い合わせ予約が必要になります。概要欄にリンク貼っておきます。こんな感じで大型の作品は購入したりレンタルもできますので、興味あります方は各種 SNS でお問い合わせいただけたらと思います。この作品がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。